迷えるスピリットとの対話。スピリチュアルカウンセリング、精神病治療30年。カール・オーガスト・ウィックランド著、近藤和夫訳。第2章、潜在意識説と自己暗示説を否定するケース。第4節、ウィックランド・バートン夫人の表意例。第4項、バートン夫人の表意例4。別の日の高齢会でバートン夫人に表意していたスピリットの一人でフランクと名乗る者が夫人の体から離れて霊媒に乗り移って語り始めたが、記憶がほとんど戻らない。博士、どちらからおいでになりましたか？スピリット、知りません。博士、ここにどなたかご存知の方がいますか？スピリット、知った人は見当たりません。博士、自分がどこから来たかがわかりませんか？スピリット、わかりません。自分がわからないことに答えられるわけがないでしょう。博士、死んでどのくらいになりますか？スピリット、死んでから？なんということを。一体これはどうなってるんですか？こうして私を取り囲んでいるのがそもそも変です。何かの集会ですか？何という集会ですか？博士、その通り集会です。ご自分が誰であるかぜひおっしゃってください。スピリット、どうして名前を言わなきゃならんのですか？博士、初めてお会いする方だからですよ。スピリット、こんなわけのわからない集会にいてもいいものやら。どうもこの私は初めて会う人に変わった人間に移るらしいな。博士、どちらからおいでになったのかおっしゃってください。スピリット、どう思い出してみてもそれがわからないのです。返事のしようがないのです。これ、なぜ私の腕をつかむのですか？体は頑強な男です。じっと座ってることくらいできますから。博士、女性だと思っていたものですから。スピリット、バカを言っちゃ困ります。どこを見て女だと思うのですか？もう一度よく見てくださいよ。間違いなく男ですよ。これまでずっと男でしたよ。ただしばらく具合がなんとなくおかしかったことがあったな。ずっと歩き続けていたらどこかで歌う声、高齢会の開会の時に出席者全員で歌うが聞こえたもんだから覗いてみようかと思ってるうちに急に気分が良くなった。それまでは気がすっきりしなかったけど、それからバートン夫人のオーラに引っかかってから何もかもがいつもと違うんだな。一体どうなってるんだか自分でもわからんのです。例の歌声のしたところへ行ったら事情がわかると言われて、その気になって見かけた人に片っ端から尋ねてみたが、みんな知らん顔で素通りしてしまった。みんなおつに済ましていて、私なんかに目もくれなかった。ただみんなローでできているみたいに見えたよ。どれくらいの人に話しかけ、どれだけ歩き回ったことか。なのに誰一人として返事をしてくれなかったし、そこにいるとも思ってくれなかった。スピリットの方から人間が見えても、人間の方からはスピリットが見えないので、知らん顔をしているように思える。あんたが返事をしてくれた最初の人だ。時折喉に何やら妙なものが引っかかって、その時は喋れなくなるんだが、そのうちまた楽になる。だけどとにかく何か変だよ。とても変だよ。博士、いつのことでもいいですから、何か思い出すことはありませんか？スピリット、毎日のように何かが起きたもんな。あれやこれや思い出すことはあるが、何一つとして明確に思い出せないのだ。一体今の自分がどこにいるのかわからない。こんな変なことは初めてだ。博士、年齢はおいくつですか？スピリット、
それもわからんのです。もうかなりの間忘れてしまっている。誰も聞いてくれる者もいなかったんで、それで自然と忘れてしまったということでしょう。汽車が通過する音を聞いて、おや、汽車だ。久しぶりだな、あの音は。少しの間だが生き返った心地がするよ。どうなってるのかさっぱりわからんね。博士、以前はどこに住んでましたか？今はどこにいると思いますか？スピリット、以前のことはわからんが、今はこうして大勢の人と一緒にこの部屋にいる。博士、ここはカリフォルニアのロサンゼルスですよ。スピリット、冗談言っちゃいけない。博士、ではどこだと思いますか？スピリット、どうも物事を思い出すのがダメでね。時には自分が女になったように思える時すらあるんです。すると面白くない目に遭うんだな。博士、どんな目に遭うんです？スピリット、女になると髪が長くなって、それが垂れ下がるとその面白くないことが起きるんです。バートン夫人は静電気の治療を受けるときはいつも髪をほどいて垂らした。博士、どんなことが起きるんですか？スピリット、まるで何百本もの針を突き刺されたみたいで、あんなひどい目に遭ったのは初めてだ。もう二度と女なんかにはなりたくない。女になるとまたあのひどい目に遭うだけだ。サークルの中にバートン夫人を見つけて、あの女だ。あの髪の長い。バートン夫人に向かって、後で覚えてろよ。博士、あのご婦人をご存知なんですか？スピリット、知ってるとも。時々私のことをひどく腹を立てて追い出そうとするんだ。博士、多分彼女はあなたにくっついていてほしくないんでしょう。彼女に迷惑をかけているんですよ、あなたの方が。スピリット、あいつだってこの私に迷惑をかけてるよ。博士、あなたは今自分がどんな状態にあるかを理解なさらないといけません。ご自分が今はもういわゆる死んだ人間になっていることがわかりませんか？今あなたは女性になっておられるのです。衣服をご覧なさいよ。男だとおっしゃるけど女性の服を着てるじゃないですか。スピリット、頼むよ。私は二度と女にはなりたくないよ。男なんだ。男でありたいんだ。前からずっと男だったんだ。それにしても一体なぜこんな状態から抜け出せないのかわからん。あの女が私に出て行けという。それで出て行こうとするんだが、どういうわけか出られない。ふと博士に気づいて、お前だな。この私にあの火の針を刺したのは。よくやってくれるよ。お前なんかにいてほしくないね。あんな火の針は金輪際ごめんだ。あんなものには一切関わりたくないね。バートン夫人、私に取り付いてどれくらいになるの？スピリット、あんたに取り付いた？あんたこそ私を追い出そうとしてるじゃないか。私と一緒にいたあの女性はどうした？同じバートン夫人に取り付いていたもう一人のスピリットで、キャリー・ハッチントン。あの人は私のために歌を歌ってくれたんだが、いつの間にかいなくなっちゃったんだ。散々探したんだが見つからない。ご存知ないですか？博士、あの方はバートン夫人から離れてから、今のあなたと同じように、女性の体を使って私と話をして、それからスピリットの世界へと向かわれました。あなたもここを出た後、同じスピリットの世界へ行くのですよ。スピリット、私はあの人、バートン夫人から、あんな叱られ方をする言われはない。何も悪いことはしていないからね。博士、もしあなたが女性で、あなたにスピリットが取り付いたら、
それをあなたは好ましく思いますかね。スピリット、もちろんそれは困るね。博士、ところが、あなたはそれをあの婦人にしていたわけですよ。あなたは霊で、彼女は生身の人間です。あなたにどいてほしいわけです。スピリット、彼女はあの火の針で、この私を苦しめるんだ。火の針は彼女の頭に刺さるのだが、それがこの私の頭に突き刺さるみたいだ。博士、彼女は生身の体に宿っています。あなたはスピリットで、我々の目には見えないのです。スピリット、それはどういう意味だ。博士、今言った通りです。あなたという存在は我々には見えていないのです。あなたは今、私の妻の体を一時的に使っているのです。スピリット、ちょっと待ってください。私はあなたの奥さんに会ったこともないし、会いたいとも思わない。言っておきますがね、私はれっきとした男だし、男以外のものにはなりたくないし、あなたの奥さんになるなんてまっぴらごめんだね。博士、おっしゃる通り男かもしれません。しかし、あなたの姿は私たちには見えていないという事実を理解してほしいのです。その体は私の妻のものですよ。スピリット、本当だ。確かに女だ。衣服に気づいて、こいつは驚いたな。一体どうしてこんな衣服が私の体に。博士、ずっと来てらっしゃいましたよ。ここへはどうやって来られましたか。スピリット、誰かからあそこへ行けば何もかも納得がいくよ。そんなにほっつき歩いても仕方ないよ。と言われてやってきたんだが、来てみると女になってる。博士、それはほんの一時だけですよ。私の言ってることを分かってほしいですね。あなたはもうご自分の体を失ってしまったのです。多分、かなり以前にね。スピリット、あの女、バートン夫人のせいだ。博士、あなたの方こそあの人を悩ませてきているのです。多分ずいぶん長いことですよ。それに他にも迷惑をかけた人がいるはずですよ。お名前は何とおっしゃいますか。スピリット、思い出せません。博士、あなたはご自分の体を失って、これまでずっとバイブルで言う外の暗闇の中をさまよっておられるのです。信仰はお持ちでしたか。スピリット、教会とは一切関わり合いたくないね。もううんざりだ。牧師はかくかくしかじかのことをしないと、まっすぐ地獄へ行って、そこで永遠の火あぶりにされるのだと説教する。口を開くと地獄行きのことばかりだ。そんな説教を聞かされたのはまだ若い時だった。だが、私が言う通りにしないものだから、教会は私に来て欲しがらなくなった。私はそんな話はちっとも信じなかった。地獄へ落とされるほど悪いことはしてなかったよ。その教会を出た後、別の教会へ行ってみたけど、そこでも地獄行きの話ばかりだ。嫌になっちゃった。神様だの、聖なるものだの、そんな話ばっかりで、その神様にお金をあげなさいと言い出した。タバコも神様にあげてしまいなさいという。なんで神様がタバコを欲しがるのか。なんでわずかしかない私の金を神様にあげなきゃいけないのか。それがわからなかった。どうしても納得がいかないので、その教会も辞めた。そしてまた別の教会へ行ってみた。するとそこでも散々説教された挙句に、私の後ろに悪魔がいると言われた。私がその教会に寄付をしないからだ。なんて理屈をつける始末だ。ある日、何人かの友達と飲みに行ったことがある。大して飲んだわけじゃないが、気分は良くなった。その時思った。よし、今度からは教会の最前列に座ってやろうと。
そしてその通りにあった。他の出席者たちは、私の魂を救って神様のところへ行けるようにしているのですという。牧師は私のすぐ後ろに悪魔がいるなどというものだから、ちょっぴり怖くなった。その悪魔があなたを虜にしようとしていますぞ、などというものだから、後ろを向いて確かめてやろうかと思ったが、それはしなかった。牧師はいつも私に、さあ、前にいらっしゃい、前に。私たちがあなたの魂を地獄から救ってあげましょう。こちらへ来て救われなさい。前に来て改心なさい。生まれ変わるのです。と言った。私はしばらく抵抗したが、思い切って前に出てみた。どんなことをしてくれるのだろうと思ったからだ。すると牧師が、ここにひざまずきなさいという。言われた通りにすると、私の頭に手を置いて、みんなで賛美歌を歌い、私のために祈ってくれた。さあ、今こそ心を入れ替えるのですという。この私のために出席していたご婦人連中が、入れ替わり立ち替わり、私の頭に手を置いて、祈ったり歌ったりで、えらく仰々しいなと思った。それから牧師がやってきて、祈らないといけません。さもないと悪魔がついて回りますぞという。私は偽善者にはなりたくないから、その牧師に言ってやったよ。もしも私が罪人だというのなら、私はその罪人のままであり続けて結構とね。さらに私が、悪魔がそんな人間みたいな存在だとは信じないと言ってやったら、牧師が怒り出した。こいつは手に負えんと思ったらしい。それでも出席者たちは何とかして私を改心させようとしたが、無駄だったね。私はその教会から出て行った。すると何人かの男が追いかけてきたものだから必死で逃げた。が、そのうちの一人が追いついてきて、私の頭を殴った。すごく痛かったね。一旦倒れたが起き上がった。そこは丘の上で、私はそいつを突き落としてやろうと思ったら、逆にこっちが突き落とされて、ゴロゴロと転がり落ちてしまった。止まったところで気がついたら、大勢の人間がいて、その時から急に楽になった。博士、多分その時、あなたは肉体から離れたのですよ。つまり、死んだのです。スピリット、死んでなんかいません。博士、そこはどこでした？丘を転げ落ちたところは。スピリット、テキサスでした。歩いたり走ったりしながら、いろんな人に話しかけるんですが、誰一人として返事をしてくれない。まるで棒きれいに話しかけるみたいで、こっちの頭がおかしくなった。私の家はどこかと尋ねたんだけど、そのうち例の痛みを感じるようになった。時折痛みが消えてしまうこともあった。そうしているうちに、一人の婦人に出会ったら、ついておいでというものだから、ついて行ったらいつの間にか大勢の人に取り囲まれていて、その婦人もその中にいて、みんなが歌を歌っている。患者のバートン夫人はしばしば大勢のスピリットの歌声に悩まされていた。時々彼女に話しかけたけど、そのうち突然いなくなってしまった。その後で例の火の針を刺されるようになった。あれは答えだな。バートン夫人への憑依状態が一段と強くなって、そのために電気ショックをより強く感じるようになったことを暗示している。博士、あなたは今はもうスピリットになっていて、私の妻の体を使って喋っておられるのです。スピリット、一体どうやって私があんたの奥さんの体の中へ入ったというのかね。それじゃあ奥さんはとっかえひっかえ男に体を任せていることになるが、それでいいのかね、あんたは。博士、結構です。そうやって迷っているスピリットに死後の世界の理解がいくまで貸してあげているのです。スピリット、これは奥さんの衣服ってわけ？少しの間借りているというわけ？奥さんが私に着せてくれたというわけですか？男なのに女の格好を見せてしまって情けないね。ここにおいでの皆さんは
私のことをどう思ってるのかな。気が狂ってる？笑い声。笑い事じゃないよ。博士、あなたは何も知らずに暗闇の中にいたのです。そのことを教えてあげようとして、高い世界の方があなたをここへお連れして、一時的にその体を使わせてあげているのです。バートン夫人から離れさせたのも、その方たちです。スピリット、バートンさんはまた、例の火の針を刺されるのですか？博士、あなたがバートンさんを離れた時、他にもまだ誰かいましたか？それとも、あなたが最後でしたか？スピリット、例の女性も、もう一人の男も出て行った。その後あんたが、私に火の針を刺したんだ。必死で出ようとしたが出られなかった。どうしようにもなすすべがなかった。地獄の話をしてくれた牧師のことが頭に浮かんだよ。博士、それとも違いますよ。スピリットの世界へ行ってからどうしたらいいかを教えてくださる高級会の方たちが待っておられます。きっと救ってくれます。ところでお父さんは生きておられるのですか？スピリット、知りませんね。もう25年も30年も父親とは会っていません。母親が死んだことは知っていますが、父親がどうなったか知りません。親戚のことも誰一人知りません。バートン夫人、昨年の11月にお会いしましたね。スピリット、会いましたね。それ以来ですよ。私の具合が悪くなったのは、あなたの一番近いところにいたのは私ではありませんよ。あれは若い女の人でした。ひどく頭痛がします。博士、今年は何年だと思いますか？スピリット、1888年か1891年だな。博士、1920年ですよ。スピリット、私の頭がどうかしてるんでしょう。博士、暗闇の中にいらしたからですよ。スピリット、私は歩いて歩いて歩き回っていた。そのうちあの女、バートン夫人とひっついちゃった。離れたかったものだから、私が蹴ると、彼女も蹴り返して、しょっちゅう蹴り合いっこをしていた。あれ？あれをご覧よ。私の母親だ。母さん、許してください。母さんの願い通りの人間になれなくて、母さんこの私を連れてってくれないかな。もうくたびれたよ。母さんの世話と助けが欲しいよ。連れてってくれますか？ああ、母さん。博士、お母さんは何とおっしゃってますか？スピリット、私の名前を呼んでる。こう言ってる。ええ、連れてってあげますとも、フランク。長い間お前を探してたんだよ。って、母親に向かって、私はだんだん弱ってきました。くたびれ果てました。母が言ってます。フランク、私たちはお互い、本当の人生の理解ができていなかったんだよ。教わるべきことを教わっていなかったからで、この素晴らしい神の宇宙について、本当のことを何も知らなかった。キリスト教の教えは、真実の人生とは遠くかけ離れています。牧師は信じれば救われると説いているけれど、とんでもない。そんな信仰は障害となるだけです。本当の神を知ることです。私たちはそれを怠っていました。フランク、正しい理解さえできていれば、こちらへ来てからどんな素晴らしい世界が待ち受けているか、お前にも分かってもらえるように、母さんも力になりますよ。人生の黄金律、すべて人にせられんと思うことは、人にもまたそのごとくせよ。キリストの三条の水訓の一つを自分の努力で理解して、これからは人のために力になり、奉仕しないとダメですよ。ねえ、フランク。お前は随分人様に迷惑をかけてきましたね。少年の頃はいい子だったけど、少し元気がありすぎたのね。本当の人生について知らなかったものだから。私が死んだら家を飛び出しちゃったわね。家庭がバラバラになっちゃった。お前はあっちへ行くし、他の者はそっちへ行くし。事情は知らないけど、
真理を知ることができていたら、と悔やまれるわね。さあ、母さんと一緒にスピリットの世界へ参りましょう。みんなが真理を理解している世界ですよ。愛と調和と平和と無常の喜びが味わえます。しかし、そこでは人のために生きなきゃダメなの。霊界でも学校へ通って勉強するのよ。これまでみたいに人様に迷惑をかけてはダメです。さあ、フランク、行きましょう。霊界の綺麗な家へ行きましょう。そう言っています。ありがとうございました。さようなら。